この動画ではマインドフルネスとは何なのか、どんな効果があるのか、とことん医学的に分かりやすく解説してみます。非更診の手紙というブログを書いている精神看護専門看護師の非更診です。皆さんは疲れを自覚したときにどのように対処していますか？休みの日にひたすら寝る、家で一日ぼーっとして過ごす、好きなものを飲んだり食べたりするなどでしょうか。もちろん体を休めることも大切ですが、実はそれだけでは回復しない疲労があります。それが脳の疲れです。多くの人は休息とは体を休めることという誤解から脳の疲れを蓄積させています。何もせずぼーっとしていれば脳は休まるんじゃないのと思われるでしょうか。むしろ脳は何もしないだけでどんどんエネルギーを消費して勝手に疲れていきます。結局のところ脳が休まらなければ本当の休息にはなりません。皆さんは気づかぬうちに疲れやストレスを溜めてはいないでしょうか。いくら寝ても疲れが取れない、家に帰ったら疲れ切って何もする気力がない、休日も仕事のことを考えて気が休まらないということはありませんか？自分は大丈夫と思っていても、ある日突然体調不良に襲われたり、朝起きられなくなる、理由もなく涙が出て止まらなくなる、突然の休職を余儀なくされるなど、ようやく心身の限界に気づくことがあります。人間はストレスがかかっているとき、抗ストレスホルモンのアドレナリンやコルチゾールを分泌して体を興奮状態にさせ、ストレスに抵抗します。この間は体にストレス反応が現れないどころか、むしろ心身の調子が上がってパフォーマンスがドーピングされた状態のため、疲労していることに気づけません。気づかぬまま走り続けると、抗ストレスホルモンが枯渇した時に一気に自覚症状が襲ってきます。人はあまりにも辛すぎる状況だと辛く感じないようにできています。ポリベーガル理論では、逃げることも戦うこともできないストレス状態が続くと、副交感神経の一種である背側瞑想神経を働かせて、凍りつき、フリーズ、つまり苦痛を切り離して生き延びようとすることが分かっています。私たちはかなり自覚的にストレスがかかっているのか、疲れているのかを探らないと気づけないという生まれ持った性質があるのです。現代はながら作業、マルチタスクの時代です。誰もが目の前のことに集中せず別のことを考えたり、複数の作業を同時にこなす心ここにあらずの状態です。食事しながらスマホを見るなどのながらスマホや、動画視聴、ネット検索をして過ごすダラダラスマホ、家事をしながら別のことを考えるなどなど、目の前のことを何気なくこなしているとき、心は常に過去や未来にさまよっています。自動操縦モードで飛んでいる飛行機のようなものです。600万年も狩猟採集生活を続けてきた人間の脳は、本来一つのこと、シングルタスクしか集中できないようプログラムされています。マルチタスクは脳を緩やかに酷使し、脳疲労を生んでいるのです。自動操縦モードに慣れてしまうと、日頃から脳の集中力が低下していくことも分かっています。一方で、アスリートのように
極限まで集中力が高まり、かつリラックスした状態をフロー、ゾーンと言い、脳内にセロトニンやエンドルフィンなどが分泌され、疲労や不安が減ります。シングルタスクに集中していると、むしろ脳は疲れないどころか、リフレッシュし、エネルギーが充填されるのです。脳は体のエネルギーの 20% も消費する浪費家です。人間はぼーっとしているとき、何にも集中していないときに、過去や未来を行ったり来たり、雑念が浮かんでは消えを繰り返しながら、脳が活発に活動しています。これは様々な危機に対処できるように、いつでも脳を動かせるようアイドリングしている状態で、太古の昔から人間の脳に備わった生存本能です。脳は常に動いていようとする臓器なのです。この心がさまよっているときに働く脳神経回路のことをデフォルトモードネットワークと言います。ここでは脳内の8割ものエネルギーが消費され、脳の疲れの正体がここにあります。また、人間の脳は1日の半分の時間をマインドワンダリング、つまり心がさまよっている状態に費やしており、ネガティブなことを考えやすいとされています。休日に体を休めてぼーっと過ごしていたのに疲れが取れなかったという人は、デフォルトモードネットワークを過剰に働かせて脳疲労をためていたことになります。また、あの時ああしておけばよかったとくよくよ悩み続ける反数思考は、デフォルトモードネットワークを酷使するとされています。脳を休めたければ、一つのことに集中する時間を増やし、雑念を抑えることが重要なのです。マインドフルネスには、仏教と医学の2つのルーツがあります。仏教のルーツとしては、2500年前に仏教の開祖、ブッダの悩み苦しみのない悟りを目指す瞑想がアジアに広く伝えられてきました。日本では座禅として根付いてきました。医学のルーツとしては、1979年にアメリカの分子生物学者ジョン・カバット人が、仏教の教えは苦しみを抱えた人が多く集まる病院にこそ役に立つと感じ、慢性疼痛の患者に対し、マインドフルネスストレス低減法を開発しました。以降、病気の治療にとどまらず、ストレス解消、ビジネス分野など、誰でも日常的に取り組めるものとして広まりました。皆さんが毎日お世話になっている Google、Facebook、Apple、インテルといった世界トップ企業も職員研修としてマインドフルネスを導入していますし、スティーブ・ジョブズ、ビル・ゲイツ、イチロー選手なども熱心な瞑想の実践者と言われています。WHO も職場のメンタルヘルス対策としてマインドフルネスを推奨しているほど、医学、心理学、脳科学、免疫学の観点から科学的エビデンスが明らかにされています。あなたは犬と散歩をしています。太陽はランランと輝き、木々の緑がとても美しい季節です。しかしあなたは仕事や人間関係、家族との葛藤で頭がいっぱいです。前を向いて考え事をしながら歩いているだけで、綺麗な景色は全く見えていません。
一方で、犬は目の前の景色をまさにありのまま見ています。この犬こそがマインドフルネスの状態なのです。マインドフルネスとは、今この瞬間に対し価値判断にとらわれることなく、意図的に注意を向けることで生まれる気づきとされています。一言で言ってしまえば、ただ気づくことです。これから一緒に5分間だけマインドフルネスを体験してみましょう。ティンシャというチベット仏教で使われるベルを鳴らしますので、音が鳴ったら始めます。もう一度ベルが鳴ったら終わります。背筋をまっすぐ伸ばし、肩を落として肩の力を抜きます。足裏を地面につけ、目は閉じても開けても良いです。ゆったりした楽な呼吸を続け、体の中の緊張をほどきます。息を吸うとき、吐くときの体の感覚、リズムをただ感じます。呼吸をコントロールしたり変える必要はありません。呼吸とともにあることをただ感じます。考え事が浮かんでも、それは自然なことと肯定し、そういう考えが浮かぶんだなと気づき、呼吸に意識を戻します。毎回微妙に変化していく呼吸の長さや深さ、浅さをそのまま観察します。吸う息と吐く息の温度や湿度の違い、吸って吐くわずかな間にも注目します。いかがでしたか？集中しようとしても雑念が浮かんでくるものだと体感できましたか？
心がさまよったかもしれませんが、人間誰しもデフォルトモードネットワークが働いて心がさまようのは自然なことです。集中できていないと自分を責める必要はなく、そんな自分に気づいて受け止めることが大切です。呼吸は今、ここに集中を向けるための最適なツールです。呼吸は意識の怒りのような存在です。風が吹いたり、波が荒れようと、怒りがあれば船はそこから流されません。どんなに雑念が心の中に吹き荒れても、呼吸を見失わなければ自分自身を見失うことはありません。呼吸の瞑想は雑念に気づいては呼吸に戻る、気づいては戻るの繰り返しが脳の筋トレになるのです。筋肉と同じように脳の頭皮質の厚みが増し、素早く雑念から抜け出せるようになります。デフォルトモードネットワークの過剰活動が低下し、脳が省エネモードに切り替わって休まります。また、雑念に気づいて呼吸に戻る繰り返しによって、思考や感情は一瞬湧き起こった感覚の一つに過ぎず、脳が勝手に作り出した現象だと気づくことができます。呼吸に集中することで反数思考が収まり、感情が安定化します。これを脱中心化と言います。否定的な感情や考えが浮かんだとしても、それに反応せず距離を置いて観察するメタ認知が養われ、物事を正しく認識できるようになります。さらに、不安や恐怖に関わる扁桃体の体積が減少し、ストレスに過剰反応しにくくなります。脳の休息といっても、単なる充電でも、一時的に脳の疲れを取る応急処置でもありません。脳は成人以降も成長を続け、自らを変化させる神経可塑性があるため、疲れづらい脳へ脳の構造そのものを変えることができます。マインドフルネスを継続している人では、この図のように8つの脳領域で容積も体積も増え、脳構造そのものを変化させることが分かっています。デフォルトモードネットワークの働きをコントロールできるようになるので、誰にでもさまよわない心、疲れづらい脳を作ることができるのです。脳の疲れやストレスは過去や未来から生まれます。すでに終わったことをくよくよ悩み、これから起きるかもしれないことに不安に駆られ、心が今ここにないドゥーイングモードが人間の脳の宿命です。まずは今ここにいる状態、ビーイングモードを体で覚える必要があります。マインドフルな脳の状態とは、あるがまま、今ここを生きる子供や動物の心に近いと言えるでしょう。子供は何かに熱中している最中は別のことをくよくよ考えませんし、明日のことを心配する犬や猫はいません。過去や未来から来るストレスから解放されることが
マインドフルネスの目的です。大切なのはただ気づくこと。疲れているのに無理をしていたなぁと気づく。日頃様々な感覚を見過ごしていたことに気づく。雑念だらけで呼吸に集中できなくても大丈夫です。そんな自分に気づくことこそがマインドフルネスなのです。たとえ1分でも5分でもいいので、思い出したときに呼吸に注意を向けて、今ここに戻ってくることで自分の脳を癒してあげましょう。Just be aware ただ気づくだけでいいという言葉を念頭に自分自身に気づきを向けてみてください。